皆さんこんにちは、ことなです。冬は車中泊がとても楽しい季節ですが、想像以上に車内は冷え込みます。大げさな話じゃなくですね、冷蔵庫並みに朝晩冷え込みます。なので、夏同様にですね、しっかりとした寒さへの対策、これが重要になります。皆さんはどんな感じでやられてるんでしょうかね。今日は僕がとっている寒さ対策についてお話ししていきたいと思います。コンセプトはなるべくエネルギーを使わず快適にです。ご紹介する内容は、一つは車体への防寒対策、2番目は車内の暖房、3番目体を温める工夫、番外編としてポタ電について、以上の4つお話ししていきたいと思います。それでは早速ご紹介していきましょう。対策の1番目は車体への防寒対策です。乗っているお車のね、種類にもよるんですけれども、乗用車の場合は基本的に内装がしっかりできていますので、あえてね手をつける必要はないかなと思います。ただエブリのようなこういう貨物車、カーゴの場合はですね、部分的にこういう柱っていうか、こうピラーの部分とかは内側にも鉄板があって外側にも鉄板という形で二重になっている部分が、場所によってあるんですけれども、基本は外側のボディの鉄板1枚なんですね。だから冷え込み具合とかですね、乗用車の日じゃないんですよ。もうほんと半端じゃない。同様にね、夏の暑さも同じです。だから、できればですよ、天井と床の断熱処理、これをね、おすすめします。で、なぜ天井と床かっていうとね、側面も本当はやりたいんです。やりたいんだけれど、側面ってね、まずこの内張りを外すのも結構大変なんですね。と同時に窓を開ける仕組みとかがあったり、電気系統の配線がいっぱいあったりでね、お車によっぽど詳しい方以外は側面はやらない方がいいんじゃないかなっていうふうに僕は思います。なのでおすすめするのはね、天井と床、ここの断熱処理、具体的な断熱処理の仕方については過去動画を上げていますので、ぜひそちらをご参考にしていただければ幸いです。で、ここからは乗用車貨物車共通のお話です。天井は割愛します。床のお話をしていきます。乗用車の場合は座席を倒してフラットにした状態、貨物車の場合は床板を敷き詰めてフラットにした状態、ここからのお話です。まずフラットにした状態の上に、テント泊とかで使う銀マット、これを敷いて、その上に厚手のラグもしくはカーペット、こんなものをね、敷いて床を完成させてください。僕の場合は車体の床にまず銀マット、その上に断熱材、スタイロフォームですねと 1x4 で作った床を張っています。で、その上に収納がかさばるので、サーマレストを常時引いた状態にして厚手のカーペットマットを敷くという形をとっています。ここまでするとさすがに下からの底冷えというのはほとんどなくなります。続いて大事なのが窓。これは目隠しと防寒の2つの意味がありますが、やるとやらないとでは大違いなので必須です。方法はカーテンで仕切る方法とマットやシートで覆う方法、2パターンあります。まずマットで覆う場合なんですけれども、一番よく取られている方法が銀マットとか、お風呂マット、こういったものを窓の形に切り抜いて、マジックテープとか吸盤、それから磁石、こういったものでね装着固定するという方法があります。これがね一番簡単で安くは済みますが、見栄えがですねあまり良くない。それからお風呂マットって結構厚みがあるんでね、窓の数だけ揃えると外した時の収納にね結構かさばるんで、困るというのが難点です。で、そこを解決するのがこれ、
僕はね Amazon で購入したんですけれども、車種ごとにね合わせた設計で、作られているもので、プライバシーサンシェードという名前で売られています。厚さはね1センチぐらいかな。このナイロンの、布の間にですねスポンジですかね、ウレタン、柔らかいものが入っているんですけどね、専用設計ですからダボついた感じがなくてぴったりフィットするんで、車内も非常にすっきりしてね見栄えがいいです。あとね、窓からの冷気の侵入、これもね抑えられて車内の保温効果にも役立ちます。でこうやって3つ折り4つ折りで畳めるんですけれども、これでも大きいというんだったら柔らかいからこうやって半分にねしてしまうこともできるしね、非常にいいかと思います。お値段はそこそこにします。もう一つはカーテンです。これは設置さえしておけば簡単に使用できることと、マットに比べて見栄えがいい、お部屋感、癒しのくつろぎ空間を演出してくれる点が優れています。難点は装着方法、つまりカーテンレールもしくはそれに代わる何らかの工夫が必要な点です。以上を簡単にまとめるとこんな感じになります。評価ポイントとしては、価格を取るなら銀マット、お風呂マット、雰囲気重視ならカーテン、防寒重視なら専用シェードといったところですかね。僕の場合は昼間は光を取り入れたいのでカフェカーテン、夜間はその上から遮光カーテンで二重にしています。また寒さが厳しい時はリアと右サイドだけ、さらにプライバシーシェードを取り付けて冷気を防いでいます。あとエブリィのようなワンボックスタイプの車の場合は、コックピットとキャビンの間に遮光カーテンを敷くと内外で5度前後の差が出ます。防寒効果がさらに上がります。コックピットはフロントガラスに普通のサンシェードを施す程度で、よっぽど寒い時に限り両サイドにプライバシーシェードを装着しています。床と窓にこれだけ防寒対策を施すと、車内に人が1人いるだけで外よりも 4,5 度温度が上がります。身につけるものさえねちゃんとしておけば暖房なしでもいられるくらいです。なので暖房器具のエネルギー消費を最低限に抑えることができて、暖房効率も非常に高くなるので、まずはできる範囲で結構ですので、車体そのものへの防寒対策、これをね優先的に考えるようにすることをお勧めします。2番目は車内の暖房についてです。暖房器具は熱源によって電気式とガス式の2種類があります。で、ガス式はカセットボンベを使った小型ガスストーブっていうのがあるんですが、車内を温めるのが素早いというメリットはあるんですけれども、一酸化炭素中毒のリスクもあるので、車内で使用する暖房器具としては電気式の方を極力お勧めいたします。で、僕の場合は軽バンなんで車が小さいですから、あまり大掛かりな暖房器具っていうのは必要なくて、 Amazon で3000円台でね購入したメーカー不詳のセラミックファンヒーター、これだけです。用途は朝起きた時に車内を少し温めるとか、外でかじかんだ手を温めるとか、スポット的な使用に限ってます。結構電気食うんでね。それ以外はこたつです。以前は山善のお一人様用こたつを使っていたんですが、足が邪魔なので去年からミニホットマットを利用した自作の足なしこたつ、これを使用しています。消費電力も30から40ワット程度で済むので、あまりポタ電の残量を気にしないで使えるっていうのが非常にいいですね。冬の車中泊にこたつっていう選択肢はね非常に有効ですよ。雰囲気もいいし、こちらもね過去に動画を上げてありますので、ぜひご参考にしていただければと思います。あと本当に寒さが厳しい時にはですね、寝る時に使う三つ折りマットを最初からセットして、その上に電気敷布を敷いてホットカーペット代わりに利用しています。これやるとですね、車内の温度が上がって外気と10度前後差が出ますね。非常に快適ですよ。僕の暖房器具はこの程度なんですけれども、
ご紹介した内容はあくまで500ワット以上の容量のポタ電があるというのが大前提になってます。で、ポタ電を持っていない方はどうするのか、車中泊はできないのかっていうとね、そんなことはないです。古い話でね、恐縮なんですけど、もう今からね、35、6年前になりますかね。友達の車を借りてね、真冬の霞ヶ浦を、1週間、車中泊で釣り歩きっていうのをやったんですけど、その時はね、助手席側を、フラットにして、常時就寝スペースとして、お家でいつも使っている掛け布団と、毛布3枚、近所のスーパーで買った1980円の寝袋、これをねセットしてやり過ごしました。特別凍えて寒いとかっていう思いもなくですね。で、当然ポタ電なんてものはそういうのはない時代でしたから、まあ今でいう車上生活みたいな、車内の様子になってしまうんですけれども、これはこれでね、いい思い出になってますよ。だからポタ電がなくてもね、車中泊は可能です。じゃあ今の時代だったらどうするのかっていうとね、おすすめはこちらになります。モバイルバッテリーを使ったヒーターベストと膝掛け毛布です。で、付属のバッテリーだとね 2,3 時間しか持たないんで、僕はヨドバシカメラで2万アンペアのモバイルバッテリーを買い足して使っています。で、シュラフの中にヒーター膝掛け毛布を入れてヒーターベストを着る。これだけで暖房なしで車内生活できますよ。ポタ電が高くて買えないという方ね、こういう方法もありますので、ぜひ検討してみてください。対策の3番目は体を温める工夫です。身につけるものに工夫をすることで、大掛かりな暖房器具がなくても快適な車中泊をすることができます。まず下着類はヒートテックのような保温性の高いものを身につけること。その上から厚手の寝るシャツ、ウールのセーター、こういったものを重ね着するといいと思います。で、先ほど紹介したヒーターベストを着用すれば快適に過ごすことができます。また腰回りや肩甲骨周りに使い捨てカイロを貼るというのも極めて有効です。続いて寝る時ですが、僕は5センチ厚の三つ折りマットレスに電気敷布を敷いてシュラフで寝ています。僕みたいに常設の車中泊仕様ではなくて、必要な時に車中泊仕様にするという方なら、マットレスの代わりにインフレーターマットを使用することをお勧めします。シュラフはナンガのオーロラライト 600DX、 これを使っています。で、ここでね、一番のポイントなんですけれども、車中泊でもキャンプでもシュラフだけはねケチらずに最初からいいものを購入した方がいいと僕は思います。特にね、車中泊ではしっかりしたシュラフ、これがあるとね、暖房器具にそれほど力入れなくて済みますからね。そういった意味で僕はナンガ、モンベルのダウンシュラフ、これをねおすすめします。で、どうしてもねお金が出ない、そこまでお金をかけたくないという方、こちらよいしょ、はい、コールマンのマルチレイヤースリーピングバッグっていうね、封筒型のね寝袋なんですけど、3枚構造になってるんですけどね、これがね定価15,000円ぐらいですね、あります。こちらねおすすめ。僕は庭キャンでね何回か使ってて、氷点下3度ぐらいの時でも全然寒くなく、もちろんコット使ってますけど、寝れました。もうほとんどね寝袋っていうより布団ですねこれそういう感じなんですけど、ちょっとねバッグに入れてもねこんなでかいんだよねだからかさばりますけど、まあ車だったらね、持ち運びできるから、ダウンシュラフに手が出せない方はね、こういったものでもいいと思います。中身はねこれ化繊です。はい。そしてもう一つご紹介するのがこれ、湯たんぽです。ダウンシュラフの中に入れて寝るとですね、
もうこたつの中に潜って寝るような感じ、そのくらい暖かいです。でこういったね袋に入れてるんですけど、翌朝になってもねこう直に触るとこうずっと触ってられないくらいまだ暑いんです。はい。で僕はね薪ストとかをやるんで、これに水を入れて直接こうかけて、で、沸騰したらこれに入れて使うっていうやり方してるんですけれども、電気で沸かせるタイプのね湯たんぽっていうのも最近出ているんで、2、3000円かな。車中泊にはねそっちの方が向くかもしれないですね。ぜひ、湯たんぽっていうのも選択肢に入れてみてください。はい、番外編としてポタ電についてお話ししてみたいと思います。今や車中泊だけじゃなくてですね、キャンプでも欠かせないくらいポタ電っていうのが普及してますけれども、価格もねだいぶ下がって手を出しやすくなっている反面、より強力、容量のでかい大型化したもの、こちらがねかなり売れ筋で出てるんですね。だからこうユーザーが二極分化してるような感じがしますけれども、そんな中でねポタ電いくらぐらいのやつ、どのくらいの容量のやつを買ったらいいんだろうっていう相談をねちょこちょこ受けるんですね。そこで僕なりにちょっとねこんな表にまとめてみました。まず最初にね購入して絶対外しちゃいけないポイントっていうのが3つあります。一つは出力波形が、制限波サインカーブってことですね、もしくは準制限波であること。2番目 50kHz、60kHz の両方に対応していること。3番目 PSE マークがついていること。これら全てをですねクリアした商品でないと一般家電が全て使えなかったりとか、異常発熱とかね火災のリスク、こういったものについて保証が全くなかったりとかっていうのがあるんで、ご購入の際は必ずねこの3点、確認してください。クリアしていることを確認してください。で実際の商品選びについては要はどんなことをしたいのか、何に使いたいのか、そこを中心にね絞っていけばいいと思います。僕が最初に買ったのはパワーアーク 626W っていう容量のものでね、真冬の1泊2日の車中泊であればスマホ類の充電と電気敷布、これだけだとね半分近く残ってます。でさらにこたつも使うと翌朝でね20から 30% ぐらいの残量ですね。とにかくね使い切ったっていうのは今まで一度もないです。まして夏場になるとね暖房器具なんていうのがないんで、スマホとね GoPro ぐらいしか充電しないから1泊2日だとね 7、80% 残ってますね。ただ IH クッキングヒーターとかを使おうとするとこのクラスだとね使えないんですよ。安全装置が働いてバンと落ちちゃうんですね。なので、後で追加でねジャクリーのポータブル電源1000を、購入しています。だからこの2台の使い分けはね IH ヒーターとセラミックファンヒーター、こたつ、この辺をねジャクリーの方を使ってますね。でスマホとカメラの充電と電気敷布、これをパワーアークといった感じでね、使い分けしています。冬の場合ですよ。で僕みたいに家電製品は全て出発前に満充電にしておいて料理は基本ガスをメインにしているっていう場合は2万アンペアの大容量のモバイルバッテリー、先ほど見せたやつですね、ああいうのが2つぐらいあればポタ電なしでも車中泊は十分可能だと思います。工夫次第といったところでしょうかね。はい、冬の車中泊寒さ対策についてご紹介してきましたがいかがだったでしょうか。どこまでの便利さ快適さを求めるかは人それぞれだし、お金を出せば不可能はほとんどないようなね時代にもなっていますので、そこはアウトドア一つとっても様々だと思います。ただあれば便利、あった方がいいっていうのはなくてもいいってことなんですよね。だから僕は適度に不便というのが一番好きですね。工夫する楽しみがあるし、工夫しないと不便で仕方がない状況になるんで、なんか一番人間らしい自然な感じがします。
便利になりすぎた日常から離れて適度に不便な非日常を楽しむっていうのが車中泊だったりキャンプだったりの醍醐味だと思うので、これからもねそんな生活旅をしていきたいなと思います。皆さんはねどんな車中泊キャンプをしたいですかね。よろしかったらお聞かせください。コメントお待ちしております。はい、ということで本日はこれまで。最後までお付き合いいただきありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、高評価、ポチぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあのー、バイバイ。